ねえマリサ、遊戯王 GX にサマンジョーメってキャラいたじゃない？ああ、GX でレギュラーだった人気キャラクターだな。10代のライバルキャラでもあり友人でもある、そんなキャラだな。そのマンジョーメだけどさなんかコロコロデッキ変わっていなかった？お邪魔のイメージが強いけどその前に色々なカードを使っていたと思うけど、ちょっと思い出せなくてモヤモヤしていたのよ。確かに作中でも多くのデッキを使っているからな。忘れることもあるだろうぜ。ならレイムのため今回はマンジョーメが使用した重要なカードを10枚紹介していこうと思うぜ。さすがマリサ、ありがたいわ。カードの紹介の前にマンジョーメとはどんなキャラなのか、紹介していこうと思うぜ。マンジョーメサンダーっていうのがものすごく印象に残っているわね。マンジョーメの掛け声だな確かに印象に残るよなあれ。その影響もあってファンからもマンジョーメサンダーと呼ばれ、今も愛されているぜ。キャラも面白いしね。そんなマンジョーメは GX の1話目から登場しており、アカデミアのエリートクラスであるオベリスクブルーに所属。当初は高いプライドを持っており自身より下のクラスを見下す傲慢な性格で、10代に対しても舐めてかかることに、同時に高いカリスマ性と実力を兼ね備えており、取り巻きが多くいたのも特徴だな。典型的な学園ものの悪役キャラという感じね。だが、その舐めていた10代果てには1ランク下のクラスである、三沢にも敗北したことで完全に地位を失ってしまい、一度、アカデミアを去ることに、しかも、海に流されデッキを紛失するという地獄も経験するぜ。絵に描いたような転落人生すぎる。そして、アカデミアのノース校に流れ着いたのだが、そこで試験として新デッキを即席で組んで武者修行。なんと、そこで頂点に君臨し多くの生徒を束ねてアカデミアに帰還。10代と対戦し敗北するも周りに認められ復学するぜ。なんというか、カリスマ性の高さと反骨精神の強さはさすがよね。その2つは、マンジョーメを象徴する特性と言えるだろうな。ただ、単位が足りないためオシリスレッドに配属され、その後はギャグキャラ化することに。扱いがかわいそうすぎる。とはいえ、やるときはやる男でデュエル回数も10代に次ぐ多さに、10代のライバルとして君臨し後半は少々空気にはなるものの、第2の主人公のような感じで物語を盛り上げてくれたぜ。実際、マンジョーメっていいキャラしてたし彼がいたことで面白かったのは、間違いないでしょうね。あと、ずれている部分はあるが作中全体で見ると結構常識人で、作中では解説からツッコミまで幅広く役割をこなしており、そういった面でも重要なキャラと言えるな。器用すぎる。それと、10代と同じく精霊が見える人物でもあり、ある意味、10代の最大の理解者でもある人物かもな。さすがライバルって感じね。不憫な目にあっても這い上がり周りに振り回せつつも自分を貫く。やるときはやる男それが、マンジョーメサンダーというキャラだな。そんなマンジョーメだが最大の特徴が使用デッキの多さで、ざっくりした計算で5個ものデッキを使用しているぜ。多すぎない？めちゃくちゃ使っているわね。なので、彼といえばこれというものが人によって変わっており、かなり型破りなキャラと言えるな。そんだけのデッキを使いこなすマンジョーメもすごいわね。中には意外なカードや実践的なカードも使用しているんだが、いかんせん、デッキが多いことデュエル回数も多いことから、意外とどんなカードを使っていたか覚えていない人も多くてな。私がまんまそれだしね。今回はそんなカードの中から重要度の高いカードを10枚、紹介していけたらと思うぜ。最初に紹介するのは破壊輪だ。なんか、想定外のカードが出てきたわね。このカードは2000年12月7日に発売されたゲーム、遊戯王デュエルモンスターズ4バトルオブグレートデュエリストの付録で登場したカードで、効果は相手ターンに相手ライフポイントの数値以下の攻撃力を持つ、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動でき、そのモンスターを破壊しその後、その攻撃力分、まずは自分にダメージを負いその後にダメージを負わせる効果を持っているぜ。もともとは別の効果だったわよね。ああ、と言っても似たような効果ではあるけどな。一時期禁止カードになっていてその後、エラッタされたぜ。まあ、元の効果だと引き分けとかも生まれるしね。あとは、環境で大暴れしていたのも、禁止カードになった大きな要因でもあるぜ。雑に高ダメージのバーンを与えられるのも問題だろうしね。てかこのカード海馬のイメージがあるんだけど、マンジョーメも使っていたのね。確かにこのカードは海馬のイメージが強いよな。だが、マンジョーメも実際に使っておりマンジョーメ VS ノースコー四天王戦にて使用。この時、変則デュエルによって攻撃力が4800にまで上がった。逆ギレパンダを破壊し四天王全員に4800ものダメージを与え、勝利を収めているぜ。集団戦で使うと一気に殲滅できるのいいわよね。とはいえ、このままだとマンジョーメもダメージを受けるからな。海馬と同様に防御輪で自身へのダメージをなくしているぜ。その辺は抜かりないわよね。ちなみにこの防御輪はマンジョーメのパックで初登場しているぜ。まさかのマンジョーメで収録。こればかりは謎だな。作中では1回しかマンジョーメはこのカードを使っていないのだが、海馬のカードを同じくライバルキャラであるマンジョーメが使ったこと。しかも、海馬と同じコンボで活用していたことから、印象に残っている人も多く私も結構印象に残っていたし、あと普通に強いのと作中ではこのカードがきっかけで、新たなデッキを手に入れたため重要なカードとして紹介したぜ。デュエルモンスターズファンからすると嬉しいわよねこういうの。
次に紹介するのはうちでの小槌だぜ。また印象にないカードが出てきたわね。このカードはデュエリストパック万丈目編にて登場したカードで、効果は手札を任意の枚数デッキに戻しその後同じ枚数分ドローする効果を持っているぜ。いわゆる手札交換系のカードって感じね。そうだな。普通に使うと1枚のディスアドにはなるのだが、特定のデッキと組み合わせることで進化を発揮できるカードだぜ。いまいち想像できないわね。有名どころで言えばエクゾディアデッキが有名で、手札に来た無駄なカードを特定枚数戻すことで、エグゾディアを揃えやすくしたり、あとはデッキにいる方が都合のいいカードにも使えるため、リクルーターを多用するデッキやレベルモンスターと相性が良く、デッキの周りを良くしつつ戻した分ドローできるので、手札の質も良くなり結果的に大きな得につながりやすい、そんなカードとなっているぜ。確かにそういったデッキならかなり活躍が見込めそうよね。手札事項を改善するという意味でも優秀なカードといえ、しかも速攻魔法のため変わったところでは、マインドクラッシュのような名指しのハンデス効果を食らった際に、戻すことで、回避するという使い方もできるぜ。墓地に落としたくないカードとかは使うといいかもね。そんなうちでの小槌だがアニメでは、2回目の10代 VS 満場目線で、2回使用されており手札交換を繰り返すことで、切り札である B2B ドラゴンカタパルトキャノンを、特殊召喚するためのキーカードを高速で揃えており、特殊召喚につなげているほか、別のデュエルでも使用されておりやはりこちらでも切り札を揃えるのに活用。地味なカードではあるもののしっかり満場目のデュエルに貢献しているぜ。縁の下の力持ちというのが似合うカードね。ああ、OCG でもそれなりに使えるカードだし、強力な1枚と言えるかもな。次に紹介するのはマスクドドラゴンだぜ。これは結構有名よね。現実で何回か見かけた記憶があるわね。そうだな。OCG では結構活躍していたカードだな。マスクドドラゴンは2004年5月27日に発売されたパック、ソウルオブザデュエリストにて収録されたカードで、効果は戦闘で破壊され墓地に送られた時に、攻撃力1500以下のドラゴン族モンスターを1体、特殊召喚する効果を持っているぜ。なるほど、ドラゴン族専用のリクルーターって感じね。そうだな。なので活躍の場に恵まれており、現代でもドラゴン族のデッキでは採用されることがあるぜ。ドラゴン族は強いものね。ああ、特にシンクロが登場してからはチューナーをリクルートできるため、そこで活用されておりしかも守備表示でも出せるため、壁として活用することも可能。最近では天敗流でも採用されており、古いカードではあるものの活躍が多いカードと言えるな。だから私でも見かけたことがあったのね。そんなマスクドドラゴンだがアニメでは満場目がよく使っており、初登場は10代 VS 満場目の3戦目で基本的にはアームドドラゴンレベル3が、リクルートに使われるのが常となっているぜ。そこから切り札に繋げれると考えると強力よね。そうだな。満場目のデッキを大きく支えているカードと言えるぜ。また満場目 VS エド戦では3枚投入されており、ダイヤモンドガイと相打ちになって後続を特殊召喚するという、視聴者へ使い方を享受するような戦法も披露しているぜ。視聴者に伝授するなんてさすがサンダーね。公式的にもプッシュしていたそんなカードとなっているぜ。次に紹介するのは異次元からの帰還だぜ。これも名前を聞いたことがあるわ。ああ、なんせ今は禁止カードだからな。このカードは2004年8月5日に発売されたパック、プレミアムパック7にて収録されたカードで、効果はライフを半分払って発動しゲームから除外された自分モンスターを、可能な限り、自分の場に召喚する効果を持っているぜ。可能な限りってことは除外されているモンスターが、多ければ多いほど大量展開できるってこと？そういうことになるな。めちゃくちゃ強いわね。ああ、出た当初は除外がそこまで活用されていなかったこと。また、かつては速攻性で勝る次元融合の方が、よく採用されていたぜ。ライバルがいるとどうしてもね。だが、その次元融合が禁止カードになった後は代替えとして活躍、除外するカードも増えていきこのカードの需要も増加、結果的に禁止カードとなったぜ。今だとワンキル余裕だったり一気に制圧できたりするし、これは仕方ないわね。そんな異次元の期間だが満場目は江戸川というキャラクターとの、デュエルで使用しておりすでに手の内がほとんどバレていた。満場目の賭けとも言えるコンボの最終手で使用され、除外されていたモンスターを大量展開していき、一気に逆転に成功勝利に貢献しているぜ。賭けで勝利するところがなんか満場目っぽいわね。ちなみにこの時の攻撃名は一斉攻撃満場目サンダースペシャルだぜ。そこも満場目らしいわね。一回しか使われなかったこのカードだが、鮮やかな勝利を手にしており印象に残るカードでもあるぜ。次に紹介するのは、B2B ドラゴンカタパルトキャノンだぜ。これさっき出たわよね。ああ、うちでの小槌で軽く触れたやつだな。このカードは2005年8月11日に発売されたパック、エレメンタルエナジーにて収録されたカードで、VW タイガーカタパルトと XYZ ドラゴンキャノンを除外した場合に召喚でき、効果は1ターンに一度相手のモンスターを除外する効果、相手に攻撃する際に攻撃対象のモンスターに対し、表示形式を変更する効果、また、リバースモンスターの場合はリバース効果を無効化する効果を持っているぜ。なかなか強力だ
だけど素材があまりに重すぎるわね。融合モンスター2体に加えてそのモンスターたちも手札融合できず、場から除外した場合でしか召喚できないからな。OCG では正直、物理的に使えないカードと言えるぜ。確かに使うこなすのは難しそうね。またレイムの言う通り効果自体は悪くはなく、特にノーコストで除外できるテント壁モンスターでも表示形式を変更して、大ダメージを与えられる点は強く切り札として活躍できるのだが、これだけの労力を割きながら耐性を持っておらず、簡単に除去される可能性があり正直労力に見合っているといえば、ノーと言えるモンスターだな。確かにここまで出すのに苦労するのに簡単に除去されたら、たまったもんじゃないものね。特に今の時代ではな。そんなビープーフィードラゴンカタパルトキャノンは、アニメではしっかり切り札として活躍しており、10代 VS 満場目の2戦目で初登場。うちでの小槌による手札交換で必要なカードを揃えつつ、他のカードを駆使して特殊召喚につなげており、10代のモンスターを除外しつつ攻撃して一気に追い詰めることに。だが、次ターンの攻撃時に跳ねくり棒レベル10の効果で破壊され、大ダメージを受けてしまい敗北に繋がっているぜ。こういうところも耐性のなさがあだとなっている感はあるわね。そうだな。だがしっかりと活躍はしていたところはあり、満場目の切り札としての印象も強く、彼を象徴するカードの一枚とも言えるな。次に紹介するのはカオスネクロマンサーだぜ。また印象がないカードが出てきたわね。このカードは2003年4月24日に発売されたパック、混沌を制すもの、にて収録されたカードで、効果は自分の墓地に存在するモンスターの数 ×300 ポイント、攻撃力を上げる効果を持っているぜ。シンプルだけど工夫が必要そうなカードね。そうだな。墓地にモンスターがいないと、全く使えないカードのため少々工夫が必要なのは間違いないぜ。墓地肥やしをするカードとは相性が良さそうね。ライトロードとかは相性がいいかもな。また、このカードはレベル1で元々の攻撃力が0かつ闇属性のため、サポートが豊富のため色々と活用することができ、高い攻撃力を得られるため過去にはレベル制限 B 地区や、グラビティバインド超重力の網といった、ロックカードと組み合わせて使われたりしているぜ。レベル低くて効果力を得られるならその辺と組み合わせられるし、そこは強みではあるわね。そんなカオスネクロマンサーは満場目 VS 超作戦で使用されており、このデュエルでは満場目のデッキに入れるモンスターは、攻撃力500以下、さらに言うなら満場目自らの意思で攻撃力0のみという、ハンデを打っていたため高攻撃力を得られるこのカードは、まさに切り札となっており、満場目の勝利に大きく貢献したカードと言えるな。その条件なら確かにかなり活躍できそうね。ちなみにこの時攻撃力を3300まで上げており、満場目のコンボ力の高さがよくわかるカードにもなっているぜ。改めて、満場目の実力の高さがわかるカードとなっているわ。次に紹介するのは白のベールだぜ。またイメージと程遠いカードが出てきたわね。このカードは2016年12月17日に発売されたパック、20th アニバーサリーパックファーストウェーブにて収録された装備魔法カードで、効果は4つあり1つが装備モンスターが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時までマジックトラップカードを発動できない効果、装備モンスターが戦闘を行う攻撃宣言時に、相手上の表側表示のマジックトラップカードの効果を、ダメージステップ終了時まで無効化される効果、装備モンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した時に、相手上のマジックトラップカードを全て破壊する効果、マジック&ワナゾーンの表側表示のこのカードが場から離れた時に、自分は3000ダメージを受ける効果を持っているぜ。かなり強力な効果ね。そうだな。戦闘限定ではあるもののマジックトラップカードを封殺無効化した上、さらに戦闘破壊に成功すれば全て破壊することができるため、相手の伏せカードを気にせず攻められる上に、場のカードも荒らせるため非常に強力と言えるな。ただ、あくまで戦闘限定でモンスター効果も無効できないため、現代では少々力不足感はありその前に対策されたりすることも多いな。現代はモンスター効果ありきだしトラップカードも少なくなっているものね。また、場から離れるだけで3000ダメージを負うのもかなり痛く、装備モンスターが離れるだけでこの効果は発動するため、デメリットが重く穴の多さを加味すると、使いやすいとは言えない効果となっているぜ。確かにそれは痛いわね。なので、実用的とは言えないかもな。ファンデッキでなんとか使えそうな感じよね。そんな白のベールレイムの言う通り、見た目や効果が、満場目らしさを感じないと思うのだがそれもそのはずで、実はこのカード2期のラスボスである、西王破滅の光に洗脳されたデュエリストが、西王の組織である光の結社への忠誠の証として、使用するカードで満場目はこの時、洗脳されていたため、使用しておりアスカ VS 満場目戦にて初使用。この効果でアスカのカードを破壊し勝利に貢献しているぜ。道理でらしくないと思ったわ。そして忠誠を誓うカードで、しっかり勝ちにつなげているのがさすがと言えるわね。洗脳されても実力は衰えないからな。もともと様々なカードを扱えるキャラだし、相性は良かったのかもな。聞けば聞くほど、満場目の凄さが分かってくるわね。次に紹介するのはヘルポリマーだぜ。なんかすごく怖いイラストのカードね。このカードは2005年8月11日発売されたパック、エレメンタルエナジーにて収録されたトラップカードで、効果は相手が融合モンスターを融合召喚した際に発動でき、自分の場のモンスターを1体リリースすることで、その融合モンスターのコントロールを1体得ることができるぜ。これはなかなか強力じゃない？そうだな。
普通に見るとディスアドに見えるが、融合モンスターのコストを考えるとアドに繋がる可能性が高く、相手のカードを消費させつつ奪い取れるのは強く、トラップカードのため奇襲性も高いのもポイントは高いな。普通に融合召喚されてるのを奪えば最低でもカードは3枚消費されてるし、その融合モンスターを奪えば4枚もカードを消費させていることになるから、そう考えるとかなりダメージを与えられそうね。ただ、現代だと少々ピンポイントな効果になるため、使いづらいところはあるけどな。現代だと、融合以外でも戦えるデッキは多いしね。そんなヘルポリマーだがアニメでは万丈目の最初の切り札として、登場しており初登場は10代との最初のデュエルで、10代の切り札であるエレメンタルヒーロー、フレームウィングマンを、コントロールダッシュしており10代を追い詰めているぜ。融合モンスターを多用する10代にとってはまさに天敵よね。そのせいか、初登場時は威圧的な演出がなされており、印象に残りやすいカードとなっているぜ。イラストも怖いしね。一方で10代 VS おじゃ万丈目戦では万丈目が発動できれば勝てると確信し、セットしているもののデュエルで与えられた役に、徹しなければならずあえて発動しないまま終わり、そのまま負けているぜ。なるほど、苦労してるのね。作中では2回しか登場していないものの、かなり印象に残るカードで万丈目の代表するカードは何かと言われると、このカードを思い浮かべる人も多かったりするぜ。次に紹介するのはアームドドラゴンシリーズだぜ。万丈目といえばこれよね。このシリーズは2004年5月27日に発売されたパック、ソウルオブザデュエリストにてアームドドラゴンレベル3などが登場しており正式なカテゴリーになったのは、デュエリストパックレジェンドデュエリスト編2で、すべて風属性ドラゴン属でレベル3、レベル5、レベル7、レベル10の合計4種類が存在しており効果の共通点としては、モンスター破壊効果が多いぜ。確かに破壊する効果が多いイメージね。アニメでは万丈目のエースとして毎度登場しており、アームドドラゴン、レベル10が切り札として使われているぜ。レベル10となると切り札にふさわしい見た目になるわね。アニメでは戦術の通り大活躍のカードで、もともと所持はしていなかったんだがデュエルアカデミアノース校の、秘宝のカードであり伝説のカードの一種類でもあり、同校の一ノ瀬から有効デュエルの勝利を願って託されたカードだったのだが、返すのを忘れてしまったのかそれ以来は万丈目の主力カードとして扱われているぜ。実質仮パクじゃない？そうなるな。さて、このアームドドラゴン OCG ではどうかというと、正直あまり活躍はできていないぜ。そもそもレベルモンスターが結構厳しい立ち位置だしね。ホルスのような制圧的な効果があればよかったんだが、破壊効果だけだしな展開も遅いしで実戦向きではないぜ。闇落ちしたやつは強かったが、あれは許されないわよ。ただ、最近ではリメイクカードに該当する、アームドドラゴンサンダーが登場しており、特にアームドドラゴンサンダーレベル10は、万丈目の掛け声である1、10、100、1000、万丈目サンダーに合わせたユニークな効果となっておりファンを喜ばせていたぜ。粋なことするわね。万丈目といえばアームドドラゴンとイメージする人も多く、公式もそうやってこうしたカードを出しているため、正直、まだ実戦的とは言えないものの、愛されているそんなカードと言えるかもな。最後に紹介するのはこちらも万丈目を象徴するカード、お邪魔三兄弟だぜ。出たわねお邪魔三兄弟万丈目といえばこれよね。このカードたちは2005年8月11日に発売されたパック、エレメンタルエナジーにて収録されたカードで、属するモンスターは全て光属性獣属で統一されており、また攻撃力は全て0であり下級モンスターは全てレベル2で、守備力が1000という共通点があるぜ。ステータスだけで見るとただの雑魚よね。その通りだな実際、作中でも雑魚扱いされており、なんなら万丈目にもそう認識されているからな。一応、自分のカードなのに。ただ、OCG では多くのサポートカードに恵まれており、デッキを組むことも可能に、特徴としては名前の通り相手のモンスターゾーンを埋めるなど、邪魔するような戦い方をしており、特にお邪魔キングは相手のモンスターゾーンを3箇所も使用不可にするなど別ベクトルの制圧効果を持っており、地盤鎮火を併用すれば実質モンスターの召喚を封じることに、想像以上に厄介なテーマとなっているぜ。本当に迷惑すぎる。しかも問題の火力のなさもお邪魔カントリーのおかげで、大きく改善されており相手はモンスターを出せない中で、お邪魔たちにボコられるという悪夢みたいなデュエルを展開することもできるぜ。想像すると地獄絵図ね。そんなお邪魔トリオだが先ほども言った通り、アニメでは万丈目を象徴するカードとして登場。しかも、カードの精霊として万丈目と行動しており、中でもお邪魔イエローがよく表に出ているぜ。今でもイエローの声を思い出せるくらい、印象に残ってるわ。もともとはノース校校長が所持していたカードで、その後、万丈目の手に、当然万丈目は当初使えないカードとして微妙に思っていたのだが、その後、お邪魔トリオが揃うと思いがけない活躍を続けることに、最初こそ、壁程度にしか活躍していなかったのだが、万丈目 VS 超作戦では兄弟ともども万丈目の組んだ、攻撃力ゼロのみのデッキに投入しお邪魔デルタハリケーンの発動につなげるなど活躍、その後はすっかり万丈目の象徴のカードとなりデュエル内外で活躍、イエローに関しては相棒ポジションとなっており、万丈目のことを兄貴と呼びながらついて回り、万丈目が洗脳された
際には10代の協力もあって、正気を取り戻させるために使用されているぜ。もう相棒通り越して制裁なのでは？すごいことを言うなお前けど、あながちそうかもな。結局、最初は扱いが悪かったものの最終的には、エースと呼ばれるまでに至っており、実際、イエローは攻撃力がゼロながら2回もフィニッシャーになるなど活躍。しかも、作中屈指の強者であるエド・フェニックス相手に、とどめを刺しており凄まじい活躍と言えるぜ。というか満場目がすごいわここまで来ると。実際、ローレベルモンスターでもコンボでどうにかなると、証明したモンスターでもあり満場目を語る上では、欠かせない存在と言えるな。というわけで今回は満場目の使用したカードを、10枚紹介していったぜ。王道なものから癖のあるものまで色々とあったわね。けど改めて満場目の凄さが分かった気がしたわ。そうだな、様々なデッキ様々なカード、中には、戦えないようなカードまでしっかり扱っており、振り返ると凄さがわかる結果となったな。ネタキャラ要素も強いけどこういう強さが慕われる理由なのかもね。GX では第2の主人公と言える存在だし、今度リメイクされるわけだがそこでも大暴れしてくれるだろうぜ。楽しみね。では、最後に恒例の画像で一言だぜ。唐揚げにレモンをかけるね。戦争になるな。みんなはどんなセリフが浮かんだ？よかったらコメントしてね。俺を信じろ。お前は俺のデッキのエースだ。お邪魔イエロー。